皆さんこんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、宇宙からの声、今後の地球を救うライトワーカーへのチャネリングメッセージということでお届けしていきたいと思います。このチャンネルではですね、今地球スピリチュアルな世界がすごく大きく変わるようになってるんですが、そのことに伴ってですね、たくさんの人が宇宙から、またはスピリチュアルの世界からチャネリング。僕もこうやって守護霊の言葉とか亡くなった人の言葉を伝えたりしますが、そういうチャネリングメッセージをここでご紹介してですね、皆さんによりよく、理解していただく、そんな番組でなっております。興味ある方はぜひ最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。そして、そのライトワーカー、今日ライトワーカーについてお話ししますが、ライトワーカー、あなたも地球を救うライトワーカーになりたいという方はですね、ぜひ、アキラの、じゃーん、7ヶ月の霊性改革講座をやっております。みっちり、皆さんにですね、チャネリングをできるように、享受していきますので、ぜひ、興味ある方は概要欄から見ていただきたいと思います。さあ、今日はですね、ライトワーカーに必見なチャネリングメッセージです。ライトワーカーに、なりたい人もたくさんいらっしゃると思います。このライトワーカーっていうのを簡単に言うとですね、本当に様々なことを通して自分の、得意なこととかを通してですね、人を癒したり、明るく照らしていったり、そして世界を良い方向に変えていく、そんな人たちなんですね。で、これね、ここで話をするからスピリチュアルだけな感じがするんですけども、そんなことはないんですよね。歌を歌うとか、絵を描くとか、文字を書くとかね、そういうことも全部含めて、ライトワーカーなんですよ。人を癒したり、人に光を当てたりするじゃないですか。はい。だから、これはですね、スピリチュアルに興味ある人だけじゃなくって、自分の何かを通して、得意なことを通して、誰かを助けたい、そんな人にですね、必ず、見ていただきたい、そんな動画になっておりますので、ぜひ、お楽しみください。さあ、今日はですね、カナダのチャネラーであります、カレンさんのメッセージ、先週と引き続きでね、お話ししたいと思うんですが、このカレンさんにですね、その番組の方がこのように質問しました。今、スピリチュアルな目覚めのプロセスが、多くの人で行われてるんですけども、ここがですね、うまくいかない人っていうのがいます。そういう人たちをですね、僕ら、このライトワーカー、とかですね、誰かを助けたいという人はどういうふうに助けたらいいですかっていう質問をしたわけなんですね。で、ここでチャネリングでお伝えしたのが、その、目覚めのプロセスがうまくいってない人を助けるその方法っていうのは、あなた自身がスピリチュアルな目覚めを高くしておくことっていうことを言ってるんですね。これはどういうことかっていうと、その目覚めというのは、ちょっと前回の、魂の目的を知る方法なんかで見ていただきましたが、そういうふうにですね、自分の目覚めというのは自分が魂であるという存在であるということ、そして魂の目的を果たすために私たちはこの地球にやってきている。そんなことを知るということですが、こういうものをですね、理解した上で、自分の波動をどんどん高くしたり、その目的に向かって動いていくということをしておかないとダメということなんですね。で、このあなたが本当はどんな存在なのか、これはですね、自分が魂の存在だ。人間ではなくて、魂で人間の体を借りている人たちなんですね、僕たちね。そういう存在を理解すると、この体という道具を通してですね、エネルギーがどんどん流れていくようになります。そしてですね、僕たちのこの波動をですね、さらに成長して、大きなエネルギーにして、これが自分の魂から、うわーっと放たれるようになるんですね。これをやらないといけないということです。なんかライトワーカーって、こうやってあげないといけない、助けてあげないといけない、こんなことで作っていかないといけないとかね。やっぱりそれももちろん大切なことなんですけども、もっと土台に大切なのは、この自分の魂の存在ということを知ってですね、エネルギーを高くしておいて、そしてそれを放つということ。これが、いわゆるそのライトワーカーとしての、
助けというか、働きになっていくということなんですね。で、彼女が言うには、多くの人はですね、自分のパワーを過小評価しすぎだと言ってるんです。これはね、どういうことかっていうと、本当に、ね、自分なんてそんなことできないっていう人もいるし、あと僕たちって、やはり今言ったみたいに、魂であり、人間の体を、使ってるというふうな考えに至るとですね、この体の外に僕たちオーラとかって言ったりしますけども、このオーラのところにですね、やはり自分のエネルギーとかが届いてるわけですよ。こういうものを考えられたり、この体の外にも自分のエネルギー、自分の世界があるっていうふうに考えられる。こういうふうに考えるとですね、自分の過小評価をすることなくですね、もっともっと大きな自分のエネルギーを信じて動かしていくということができるわけなんですね。で、もちろん、こういうふうにも言ってます。言葉とかですね、励ましたり、そういうものを使って、人にひらめきを与えたり、励ましたりしてですね、そういうこともすごく大切なんですが、本当はライトワーカーになりたいという人は、自分自身が本当に輝いて波動を高くしておく。本当にまさにそのエネルギーを放つだけで、みんなを癒したり、導いたり、または光を照らしてあげたりっていうことができるということなんですね。だからどうしてもさ、ライトワーカーって言うと、こんなことしないと、あんなことを多くの人助けないととかってすごく自分がちょっとしんどくなったり、っていうようなことになりがちなんですけども、そういうふうにもしなってしまう人がいたらですね、ちょっと見直しというか自分のやり方を考えてみるといいということですね。で、一つこのカレンさんがですね、みんなに気をつけてほしいと言ってることがあります。それは何かというと、誰かを助けるときにその人のエネルギー、この元気にしてあげたい人のエネルギーに合わせて自分のエネルギーを下げてしまうという人が多いということなんですね。このやり方は実際には困っている人を助けることには全くなりませんと言っています。これもやりがちなんですよね。やっぱりライトワーカーとかスピリチュアルとかこうやって誰かを助けたい人っていうのはどうしても同じようにその人の目線に自分を合わせようとしたりしてエネルギーを下げたり、同調しちゃったりすることがあるんですけども、それはやってはいけないということですね。常にやっぱり今言ったみたいに自分のエネルギー、高いエネルギーを放っておくということが大切です。そして、これをですね、自分が助ける人のエネルギーに合わせてしまうと、結局、自分のエネルギーシステムにも害を与えたり、何か不都合が出てきたりするわけなんですね。はい。だから、こういうふうなトラブルをですね、防ぐには、常に自分のやっていることを信じて、これ大切ですよ。皆さんがね、自分は本当に人のために、ライトワーカーとしてやるんだということを信じてですね、そして本当の自分を理解した上で、いろんなチャネリングとかですね、スピリチュアルなこと、または、人によっては何かを歌を歌ったり、物を作ったりっていうことかもしれません。そういう自分の役目っていうのがありますね。魂の目的といいますか、そういうものをやっていくといいっていうふうに言ってるんですね。こういうふうにですね、今日はライトワーカーの人へのチャネリングメッセージをお届けしましたが、このライトワーカーの人って本当にね、心が優しい人が多いから、なぜか自分に自信のない人が多いんですよね。やりたいとかってね、これ見てくださってる方にも多いと思うんですが、やりたいって決めたんだから、すごく勉強してさ、やりましょうってことになるのに、いざやるってなるとちょっと自信がなかったり、いや、ちょっとできないかなとかってなってしまう人が多いと思うんですが、やっぱりこういうのではダメってことですね。もし本当にあなたがライトワーカーとして、いろんな人を導きたい、いろんな人を照らしてあげたい、そういうふうに思った時はですね、自分をまず常に信じましょう。ね、いや、私はこれを目的に来たんだから、絶対大丈夫、絶対できるはずっていうふうに思ってですね。そして、それぞれの人のやり方があります。それぞれの人の魂の目的があるのと一緒でですね、その人のやり方っていうものがあるわけなんですね。決してそれが同じものっていうことは、人がいるってことはないと思うんです。微妙にみんな違っていたりします。ですからそういうあなたなりの方法を見つけてですね、地球を救っていきましょうということですね。そして忘れないでください。今日の動画のタイトルにもなっていますが、この動画を見たあなたは選ばれた人なんです。このチャンネル。
に、今動画を見た人っていうのはやはり意味があって繋がってるわけなんですね。はい。ですから自分を信じてぜひ、前に進んでいただきたいと思います。このチャンネルではこのようにですね、これからのスピリチュアルの道をみんなで良くしていく、そんなそれイコール現実も変わっていくんですが、そんなことのチャネリングメッセージをお伝えします。高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。そして、面白かったじゃんって思う人はですね、ぜひコメント欄にミラクルラブって書いていただけると嬉しいです。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな。それではまたお会いしましょう。さよなら。